今週からですね、場所がまた元に戻りました。前の雰囲気の方が良かったなみたいなお声をたくさんいただきましたんで、また今週からこの場所でお送りさせていただきます。SNS ですね、うまく作れない家庭料理はと質問を皆さんに投げかけたんですけど、ダントツの1位がなんと天ぷらだったんですね。べしゃっとならない理由の一つとして、深いお鍋で揚げてもらった方がいいと思います。で、あとは油の温度ですね。やっぱ衣がしっかりまとわれててサクサクしてますね。この場所に移っての第1回目になりますが、SNS ですね、うまく作れない家庭料理はと、質問を皆さんに投げかけたんですけど、ダントツの1位がなんと天ぷらだったんですね。べしゃっとなるっていうのが多かったですかね。べしゃっと仕上がる。なのでその辺のこともべしゃっとならない理由みたいなこともですね、お伝えしながら今日は天ぷらの作り方をお伝えしていきたいと思います。じゃあまず材料説明ですね。今日は2種類の衣をご案内していきたいと思います。まずは天ぷら粉、それから薄力粉と卵を使った衣の2種類ですね。で、天ぷら粉に関してはそのメーカーによって分量全部適用量書いてあるので、それ通りに基本やっていただく。で、少し重いと思ったら水を大さじ1ずつ、もう少し薄衣にしたいたら水を足していく。で、逆にもっと重たくしたかったら水を引いていくっていう風にした方がいいですね。適用量からの上下で、薄力粉の方の衣はですね、薄力粉、卵、お水なんですけど、お水に関しては氷で冷やしたお水を使っていった方が薄力粉を待った時にグルテンが出にくいんですね。だからもちっとしづらい。よく天ぷら屋さんで揚げてる時に氷入ってたりするんですけど、そういう理由です。で、氷が入った状態で 300cc でお水は計量してもらいたいんですね。氷の量、そうですね、3、4個ぐらい入れて、入ってる状態で 300cc っていうふうに覚えてください。で、今日揚げる具材はエビ、ナス、しいたけ、しそ、それからさつまいもですね。まず、材料の方からちょっと用意していきますかね。まずしいたけは軸外してもうこれで十分ですね。ナスですね。ナスはヘタをギリンギリンとこで落として、ちょっと大きいけど半分にして少しこう切れ目ですね。これで油の入りが良くなりますね。で、芋はちょっとスライス、こういう感じですかね。これを重ねてこんな感じで揚げていきますね。こういう感じで。じゃあ次エビですね。で、エビはこのまま揚げてしまうとこう筋がこうキュッて締まってる部分なんですね。で、それが火が入るとこうキュッて硬くなるんでこう丸くなっちゃうんですよ。で、やっぱりお店のエビ天ってこうまっすぐですよね。なのでその状態を作ってあげたいので4箇所ぐらい、1、2、3、4って等間隔で4箇所ぐらい、こっち側とこの下のところに浅く切れ目を入れます。1、2、3、4で。で、互い違いに上下ちょっとずらす感じで入れて、で、この状態から手でその筋に従って折っていきます。バキッと。こういう感じですね。そうするとこうダラーンとまっすぐになるんで、この状態で揚げていくとよりまっすぐに綺麗に揚がりますね。そしたら油火つけて火にかけて温度ちょっと上げておきますね。まず天ぷら粉、もう天ぷら粉はもうよくできてるわけですよ。いろんな粉が入って、お水に対して天ぷら粉を入れて、混ぜればいいですね。天ぷら粉はね、もう溶いてしまって大丈夫です。こういうもたっとした感じで、問題のあれですね、薄力粉、なかなかねやっぱり分量難しいんですよ。今冷たいお水入って先に卵を合わせます。卵よく溶きます。
で完全に一体感出たらここで薄力粉ですね。ちょっとずつ入れて、であんまり激しく混ぜない。とにかくその小麦粉のグルテンを発生させないように気をつけるってことが大事ですかね。で少しこう粉が浮いてる状態でもいいんですよ。その粉も一緒に付着して揚げた時にその揚げ物に表情が少し出るんで、完全にだから天ぷら粉だとこうやって全部混ぜちゃう。薄力粉だと少しランダム、少し粉の表面が見える感じで、まず天ぷら粉ですね。天ぷら粉の方の衣で揚げていきます。で油の温度見るときにこうやって落として上がってくる、この今ポンって入れたらすぐ上がってきますね、こうやって、はい、この状態ぐらいで、温度は基本維持した方がいいです。で天ぷらをするときにすごい少ない油で揚げ焼きにする方は結構いらっしゃるんですよ。でべちゃべちゃになる理由の一つとして、その揚げ焼きしたときに衣がそこに溜まって、その衣が分厚くなるんですよ、そこだけ。だから残念ながら天ぷらに関しては僕はある程度ちゃんと深さのある鍋で、径は小さくてもいいので深さが重要ですね。深いお鍋で揚げてもらった方がいいと思います。まず椎茸、2個ずつぐらいかな。で同時にナスもいきますかね。ナス、であと天ぷら粉につけたお箸でそのままこれいじるとその先っぽ上がるんですよ。そうすると洗う時大変。これ天ぷらあるあるです。であとはもう一つべちゃっとなる理由の一つとして、その油の温度ですね。やっぱすごい低いところでなんかじわーっと揚げてるとやっぱり上がりきらないですよね。粉に火が入りきらないというか、でそれでべちゃっとするだと思います。であとは素材を揚げすぎないことですよね。これ椎茸って実際周り4、5発から今熱が加わってる状態じゃないですか。結構すぐ火入るんですよ。なのでもう OK です。これでナスは少しちょっと時間を見ますかね。でこの間にしそをこうまとめてあげるんですけど、はい、5枚お蕎麦屋さんの天せいろとか頼むと1枚のしそとかであるじゃないですか。その食感はいいんですけど味ないんですよね。なのでこうつけてこの状態ビロッとでこれで落とします。だからくっついてるんで、はい、重なって上がる。でもナスもいいですね、多分ね。で芋はさっき言ったように少しずらしてこのように固めて、このままお箸菜箸で握って衣つけて、ちょっとこういうふうにね中までいくように沈めたりして、で表面のパリッと感出しますね。そしたらもうしそパリッとしてますよね。でこのさつまいもも薄く切ってるんで、おのおののその切った一枚一枚への火通りというのはちょっと早いんですよ、個体の塊よりも。いいですね。で最後エビはこう頭のところまでね、尻尾のところまでか、尻尾のところまでつけてこの状態ですね。で入れていきます。でエビも揚げすぎ注意ですね。エビって熱を入れる時間が短ければ短いほど旨味が残るって言われてるので、とにかく衣に色がつくまでとかやってると多分火入れすぎなんですよ。まず火入ったらピシッとするんで、ピシッとしてから20秒ぐらいですかね。ほらおっぽんとこ曲がっちゃったけどまっすぐですよね。なんか変な形になっちゃったけど、いい感じですね。ほら天ぷらセット。
続いて薄力粉なんですが、今天ぷら粉の場合は直接もう、揚げ衣に入れてドップンって入れたんですけど、薄力粉の場合は先に食材に薄力粉つけます。ここに椎茸だとするとささっと表面まぶします。そうすると食材に火が入ると当然外に水が出ようとしますよね。それを一時的に瞬間的に防ぐっていうのと、衣付きが良くなる。でこの状態ですね。で衣つけて、まず椎茸、薄衣ですよね。さっきよりもね、多分比較すると分かると思うんですけど、同じくナス、衣つけて、芋も同じですね。重ねてから粉パッパってぐらいでいいかな。ちょっとはたいて、で衣薄いんで剥がれやすいんですよ、こうやって重ねたりするときに。なのでこれは一緒に上がっちゃう問題発生するんですけど、ちょっとこれ入れたら少し押さえます。押さえてくっついたなと思ったら外してあげる。ナスもね、ほらこういうふうにちょっと薄衣でついてますよね。で先にしそいこうかな。でしそも同じですね。でこれもねかなり薄いですね。で結構薄いのでやっぱり食材のその水分が外に出るスピードっていうのは少し速いんですよね。で揚げたてをすぐ食べるんだったらこの衣の方が正直実はおすすめです。こんな感じですね。薄いのでだからギリギリピンとしてる感じですかね。で最後でエビ。ほらこれさっきよりも曲がるんですよ。ちょっと折り方が甘いですね、ちょっとね。さっきの方がきちんと折れてる状態。ちなみにですね、揚げる時に揚げ物をこうやって揚げるとボタボタボタっと落ちるじゃないですか。でこれこうやったって別にさそんなに切れないんですよ。で下の面だけちょっとだけ振りとくんですね、切る時に。なんか油の修正らしく厚い方にこう流れやすいんですね。だから垂れないですよね。はい、こんな感じですかね。ちょっと衣の感じ違いますよね、やっぱり。天ぷら粉の方はしっかりしていて、薄力粉の方はちょっと薄衣だけど表面まとっているっていう感じですね。はい、これで完成です。じゃあ揚げたてをねいただきたいと思います。まずはじゃあ天ぷら粉の方を食べようかな。まず塩ですね。気をつけて。サクサクしてますね。で天つゆ。やっぱ衣がしっかりまとわれてて、やっぱ天ぷら粉ね優れものですね。本当に失敗しないで、この今のサクサク感、揚げて少し時間経ってますけどこのサクサクが維持されてる状態の天ぷらを食べたかったらやっぱり天ぷら粉を使ってやることがおすすめですよね。じゃあ薄力で作った揚げ衣ね、まずじゃあ塩、
サクサクしてる部分とこのしっとりしてる部分と両方ありますね。うまい。衣が重なってるところはまだカリカリしてるんですけど、薄衣なんでやっぱりちょっとしっとりめですよね。まあ両方ともその良さがあると思うんですよね。多分薄衣の方が素材感はすごい感じると思います。で天ぷら粉で作った厚い衣の方が少し重く感じますよね。なのでお好みでねちょっと天ぷら作ってみていただきたいんですけど、今日はうまく作れない家庭料理だとご質問させていただいてですね、一番皆さん困ってるのが天ぷらだったので天ぷらやらせていただいたんですけど、この動画を見て、天ぷらを作って、SNS へハッシュタグ付きで投稿した人から、抽選で揚げ物にぴったりな食器を、プレゼントさせていただきたいと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ごちそうさまでした。